それではこれから夏目漱石の夢十夜より第8夜を朗読します。漱石の描く夢の世界はどこか現実と非現実の狭間にあり、聞く人をふわりとその空間に引き込む力があります。この第8夜もまたありふれた日常の一場面から始まりながら、少しずつ不思議な空気感に包まれていきます。舞台は床屋。椅子に腰を下ろした語り手が目にするのは、鏡に映る自分自身や往来の人々、そして店内の様子。しかし、そこに現れる情景や音、登場人物たちが、次第に夢とも現実ともつかない曖昧さを帯びていきます。床屋のハサミの音や窓の外の風景が、何か大きな意味を秘めているようにも思えますが、その答えは明かされることなく、聞く人の想像力に委ねられます。さあ、漱石の夢の世界への扉が開きます。ここからは、その不思議な物語に耳を傾けてみてください。床屋の敷居をまたいだら、白い着物を着て固まっていた3、4人が、一度にいらっしゃい、と言った。真ん中に立って見回すと、四角な部屋である。窓が二方に開いて、残る二方に鏡がかかっている。鏡の数を勘定したら6つあった。自分はその一つの前へ来て腰を下ろした。するとお尻がぶくりと言った。よほど座り心地がよくできた椅子である。鏡には自分の顔が立派に映った。顔の後ろには窓が見えた。それから帳場格子が蓮に見えた。格子の中には人がいなかった。窓の外を通る往来の人の腰から上がよく見えた。正太郎が女を連れて通る。正太郎はいつの間にかパナマの帽子を買ってかぶっている。女もいつの間にこしらえたものやら、ちょっとわからない。双方とも得意のようであった。よく女の顔を見ようと思ううちに通り過ぎてしまった。豆腐屋がラッパを吹いて通った。ラッパを口へあてがっているんで、ほっぺたが蜂に刺されたように膨れていた。膨れたまんまで通り越したものだから、気がかりでたまらない。生涯蜂に刺されているように思う。芸者が出た。まだお作りをしていない。島田の根が緩んで、なんだか頭に締まりがない。顔も寝ぼけている。色艶が気の毒なほど悪い。それでお辞儀をして、どうもなんとかですと言ったが、相手はどうしても鏡の中へ出てこない。すると白い着物を着た大きな男が、自分の後ろへ来て、ハサミと櫛を持って自分の頭を眺め出した。自分は薄いひげをひねって、どうだろう、ものになるだろうか、と尋ねた。白い男は何も言わずに、手に持った琥珀色の櫛で軽く自分の頭を叩いた。さあ、頭もだが、どうだろう、ものになるだろうか、と自分は白い男に聞いた。白い男はやはり何も答えずに、チャキチャキとハサミを鳴らし始めた。鏡に映る影を一つ残らず見るつもりで目を見張っていたが、ハサミの鳴るたんびに黒い毛が飛んでくるので、恐ろしくなって、やがて目を閉じた。すると白い男が、こう言った。旦那は表の金魚売りをご覧なすったか。自分は見ないと言った。白い男はそれぎりで、しきりとハサミを鳴らしていた。すると突然大きな声で、危ねえ、と言ったものがある。はっと目を開けると、白い男の袖の下に自転車の輪が見えた。人力の舵棒が見えた。と思うと、白い男が両手で自分の頭を押さえてうんと横へ向けた。
自転車と人力車はまるで見えなくなった。ハサミの音がチャキチャキする。やがて白い男は自分の横へ回って耳のところを刈り始めた。毛が前の方へ飛ばなくなったから安心して目を開けた。泡餅や餅や餅やという声がすぐそこでする。小さい杵をわざと臼へ当てて拍子を取って餅をついている。泡餅屋は子供の時に見たばかりだからちょっと様子が見たい。けれども泡餅屋は決して鏡の中に出てこない。ただ餅をつく音だけする。自分はある竹の視力で鏡の角を覗き込むようにしてみた。すると帳場格子のうちにいつの間にか一人の女が座っている。色の浅黒い眉毛の濃い大柄な女で髪をイチョウ返しに結って黒ジュスの半襟のかかった素合わせで縦膝のまま札の勘定をしている。札は10円札らしい。女は長いまつげを伏せて薄い唇を結んで一生懸命に札の数を読んでいるが、その読み方がいかにも早い。しかも札の数はどこまで行っても尽きる様子がない。膝の上に乗っているのはたかだか100枚ぐらいだが、その100枚がいつまで勘定しても100枚である。自分は呆然としてこの女の顔と10円札を見つめていた。すると耳の元で白い男が大きな声で「洗いましょう」と言った。ちょうどうまい折だから椅子から立ち上がるや否や帳場格子の方を振り返ってみた。けれども格子のうちには女も札も何にも見えなかった。代を払って表へ出ると角口の左側に小判なりの桶が5つばかり並べてあって、その中に赤い金魚や斑入りの金魚や痩せた金魚や太った金魚がたくさん入れてあった。そうして金魚売りがその後ろにいた。金魚売りは自分の前に並べた金魚を見つめたまま頬杖をついてじっとしている。騒がしい往来の活動にはほとんど心を止めていない。自分はしばらく経ってこの金魚売りを眺めていた。けれども自分が眺めている間、金魚売りはちっとも動かなかった。どうでしたか？この夢十夜の第八夜は、一見すると日常的な床屋の情景を描きながら、その中にどこか現実を超えた象徴的な要素を含んでいます。漱石はこの短い物語の中で、鏡やハサミの音、人々の姿といった具体的なイメージを通じて、夢の不確かさや現実との曖昧な境界を描き出しています。この物語の解釈は読む人によって異なるでしょうが、一つの見方としてこれは自己の存在や価値に対する問いを暗示しているようにも思えます。例えば物語の冒頭で語り手が床屋の鏡に映る自分を見つめる場面は、自分自身を客観的に見つめる行為とも取れます。そして物になるだろうかと問いかける語り手の言葉には、自身の可能性や価値への不安が垣間見えます。これに対し白い着物を着た男は直接的には答えず、ただ淡々とハサミを動かします。この沈黙は人生においても他者が自分に答えを与えることはなく、自ら考え見出さねばならないという暗示とも受け取れるかもしれません。また鏡の中や窓越しに現れる人々や出来事は、現実と非現実の間を漂う象徴的な断片として解釈できます。特に帳場格子の中で延々と札を数え続ける女の姿は、終わりのない執着や繰り返し、あるいは人生の無意味さへの暗示と考えられるでしょう。それが夢でしか現れないことには、
現実が持つ一貫した論理や秩序に対する漱石の批評が込められているのかもしれません。最後に登場する金魚売りの姿も印象的です。金魚売りは動きのある周囲の喧騒にほとんど無関心で、じっと金魚を見つめています。この静けさや無関心さは、語り手自身が求めている心の平穏や悟りのようなものを象徴しているとも捉えられます。語り手がしばらく眺めていたにもかかわらず、金魚売りが全く動かなかったのは、内なる答えがいつもそこにありながらも、気づくのが難しいというメタファーかもしれません。全体を通じて、第8夜は自分とは何か、生きるとはどういうことかという普遍的な問いを、日常的な中に潜む非日常を通じて描いているように感じられます。この物語があなたにどのような印象を与え、どんな考えを引き起こしたのか、ぜひ聞いてみたいです。それではまた。